北方領土問題は現在も日露間の最大の懸案であり、いくつかの深刻な問題を抱えています。まず現在の両国の主張を確認します。日本の主張。北方四島は歴史的経緯から日本固有の領土であり、ロシアが領有する千島列島には含まれない。ロシアの主張。ソ連による北方四島の領有は第二次世界大戦の結果であり、国際協定に基づいている。このように二国間の主張は対立し、第二次世界大戦終結から80年近くが経過しましたが、未だに日露間で平和条約が締結されておらず、この領土問題が最大の障害となっています。なぜこのような対立を生んでしまったのか、北方領土の歴史を振り返ってみましょう。江戸時代以前、北方領土とアイヌ民族。北方領土の四島は江戸時代以前からアイヌ民族の伝統的な生活圏および交易圏の一部でした。アイヌ民族は独自の文化、言語、そして自然観を持ち、これらの島々を季節ごとの漁労や狩猟、そして交易の拠点として利用していました。したがって日本やロシアによる支配が及ぶ以前の先住民という視点で見れば、北方領土の主要な先住民族はアイヌ民族であると言えます。17世紀から19世紀初頭、日露の接触と国境確定。17世紀から19世紀初頭にかけての北方領土の歴史は、日本の正木藩による支配の確立とロシア帝国の東方への拡大が交差する時期です。この期間に北方四島は日本の領土として実質的に確定し、やがて平和的な国境確定に至ります。17世紀、松前藩による支配の強化。17世紀は松前藩がアイヌ民族との交易権を独占し、北方領土方面への影響力を強めた時代です。松前藩は現在の北海道から千島列島南部に至る地域に商い場を設定し、アイヌ民族との交易を管理しました。国後島や択捉島もこの交易圏に含まれていました。これは必ずしも直接的な領土支配ではなかったが、経済的間接的な支配を意味しました。日本では当時蝦夷七島のさらに奥にある島々として認識されており、地理的な調査や詳細な記録はまだ本格的ではありませんでした。18世紀、日本の実質支配の確立とロシアの南下。18世紀は日本が四島への実質支配を確立した一方、ロシアの南下によって日露の接触が始まった時期です。日本の支配強化。1785年、江戸幕府は田沼意次の指導による蝦夷地の本格的な調査を命じました。18世紀末には江戸幕府の命を受けた正木藩や商人によって国後島と択捉島に日本の役所である番屋が設置されました。特に択捉島には多くの和人が居住し、開拓が進められました。探検家である近藤重蔵や最上徳内らは択捉島を探査し、日本の領有を示すために大日本択捉の標柱を立てました。これにより択捉島までの日本の実質支配が明確に確立されたと言えます。ロシアは18世紀後半にシベリアから千島列島を南下し始め、千島列島のウルップ島まで勢力を広げました。1792年、ロシアの使節であるアダム・ラックスマンが根室に来航し、日本との通商を求めました。これは北方領土を挟んだ日露間の最初の公式的な接触となりました。19世紀初頭、緊張の発生と平和的解決へ。19世紀初頭は日露間の緊張が高まった後、平和的な国境確定に向かう動きが見られます。1811年、ゴローニン事件。ロシア海軍の艦長バシーリー・ゴローニンが国後島で日本の役人に捕らえられ、日本側もロシア側に捕らえられるという事件が発生しました。この事件は一時的な緊張をもたらしましたが、日露両国の事情を知る高田や貨幣らの交渉により最終的にゴローニンらは解放され、両国の関係は沈静化しました。この事件を通じて両国は武力衝突を避けるべきとの認識を持つようになります。1800年代半ばになると、欧米列強の東アジア進出に対抗するため、日本とロシアは正式な国境を確定します。1855年に日露間で日露和親条約が締結されます。この条約により択捉島とウルップ島の間が国境として定められました。これにより択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島は日本の領土として国際法上も確定しました。これは当時のアジアにおいて極めて珍しい武力によらない平和的な国境確定の歴史と言えます。
1875年、日本とロシア帝国の間で樺太千島交換条約が締結されます。日露和新条約では樺太の国境は未定とされていました。この未定が原因で双方の入植民の衝突が絶えませんでした。そこで明治政府は樺太と千島のどちらかを確実に領有することで関係を整理したいと考えたのです。この条約は領土の交換という形で将来的な紛争の種を解消しようとするものでした。樺太千島交換条約の主な内容。1、樺太全島をロシア領とする。2、千島列島全島を日本領とする。3、日本人住民は希望すれば日本本土や千島へ移住できる。4、両国は相互に商業上の友好関係を維持する。この条約により北方四島と全千島列島が完全に日本の領土となり、日露間の国境はカムチャツカ半島の先端とシュムシュ島の間に確定しました。1945年から1951年、第二次世界大戦の終結からサンフランシスコ平和条約の締結までの期間は北方領土問題の現代的な対立構造が生まれた時期です。この期間にソ連による4島の占領と日本による領土放棄が国際的に取り決められました。ヤルタ協定。第二次世界大戦末期、アメリカ、イギリス、ソ連の首脳はクリミア半島のヤルタで秘密会談を行いました。この協定にはドイツ降伏後、ソ連が連合国側として対日参戦することの見返りとして千島列島を引き渡すという項目が含まれていました。またこの時、千島列島の地理的範囲について明確な定義がなかったことが後の北方領土問題の根本的な対立点となりました。日本は現代において北方四島を千島列島に含まれないと主張しています。ポツダム宣言受諾とソ連の侵攻。第二次世界大戦末期、ポツダム宣言から日本降伏までの時系列を詳しく見ていきましょう。1945年7月26日、アメリカ、イギリス、中国が共同でポツダム宣言を発表。日本に対し無条件降伏を要求します。しかし日本政府は当初黙殺という姿勢をとります。1945年8月6日午前8時15分、米軍機 B-29が広島市上空で原爆を投下。これにより推定14万人が死亡。1945年8月8日深夜、ヤルタ会談の密約に基づきドイツ降伏後3ヶ月でソ連が日本に宣戦布告。1945年8月9日午前0時過ぎ、ソ連軍が満州への侵攻開始。日本の関東軍は壊滅的打撃を受けます。1945年8月9日午前11時2分、長崎に原子爆弾投下。これにより約7万4000人が死亡。1945年8月11日から18日、ソ連軍南樺太に上陸、占領。1945年8月15日、日本ポツダム宣言受諾、降伏を発表。天皇陛下の玉音放送により国民に終戦を告げる。この日、日本は降伏の意思を表明したが、ソ連の進軍は続行。8月17日、ソ連が千島列島への上陸作戦を決定。8月18日、千島最北端の島であるシュムシュ島の上陸作戦を開始。ソ連軍1万名以上が上陸し、日本軍と激しい戦闘となり、両軍に多数の死傷者が出る。結果、8月21日に日本軍が降伏し、ソ連軍がシュムシュ島を占領。8月22日から23日、ソ連軍はシュムシュ島から南下し、千島第2の島タラムシル島を制圧。8月25日から28日、ウルップ島、新地島、ケトイ島など次々に占領。日本側はすでに武装解除命令を受け、抵抗はほとんどありませんでした。8月31日、北方四島の一つ国後島にソ連軍上陸。9月1日、続けて択捉島に上陸。1945年9月2日、東京湾米戦艦上で連合国に対して日本政府代表が降伏文書に署名。これにより日本の無条件降伏が国際的に確定。しかしソ連軍は侵攻を続け、9月3日、ソ連軍が色丹島に上陸。9月5日、続けてソ連軍は歯舞群島を占領。これで千島列島および北方四島すべてがソ連占領下に。同日、ソ連は千島全域の占領完了を宣言。日本がポツダム宣言を受諾し降伏した後の8月18日以降、ソ連軍は南樺太の占領、
および千島列島全域への侵攻を開始しました。日本が正式に降伏文書に署名し、第二次世界大戦が国際的に終結した9月2日以降に色丹島、歯舞群島に上陸、占領しています。ソ連の軍事占領下の状況。4島がソ連の軍事占領下に置かれた後、次の措置が取られました。編入宣言。1946年、ソ連は占領した地域をソ連邦の領土に正式に編入すると宣言しました。日本人島民の強制退去。4島に住んでいた約1万7000人の日本人は1947年から1949年にかけて強制的に退去させられました。ロシア人の入植入れ替わりにソ連からロシア人やウクライナ人などが4島へ入植し、集落が形成されました。サンフランシスコ平和条約の締結。第二次世界大戦の最終的な戦後処理として連合国と日本の間で平和条約が締結されました。この条約の目的は日本と連合国との間の戦争状態を終結させ、日本の国際社会への復帰を定めることでした。この条約に日本、アメリカ、イギリスなど51カ国が署名しましたが、ソ連、チェコスロバキア、ポーランドは参加したものの条約内容に反対して署名を拒否しました。サンフランシスコ平和条約。領土に関する規定。この項目には日本は千島列島並びに南樺太に対する全ての権利、権限及び請求権を放棄すると規定されています。条約は日本は放棄すると定めたものの、放棄された領土がどの国に帰属するかについては明記しませんでした。これはアメリカがソ連の領有を承認することに慎重であったためです。ここで領有について明記されなかったことが北方領土問題の一因にもなっています。ソ連は放棄された千島列島に北方4島が含まれると主張し、自身の領有を正当化する根拠としました。日本は歴史的経緯に基づき北方4島は日本固有の領土であり、千島列島には含まれないため放棄した領土の範囲外であると主張しました。このサンフランシスコ平和条約の締結により日本は主権を回復しましたが、同時に北方領土をめぐる対立構造が国際的に固定化されることになりました。1956年日ソ共同宣言。1956年10月19日にモスクワで署名された日ソ共同宣言は第二次世界大戦終結後の日露関係において非常に重要なものとなります。この宣言は平和条約の締結には至らなかったものの、両国の国交を回復させ、領土問題の解決に向けた道筋が示されました。日ソ共同宣言の主な合意内容は次の3つになります。1、戦争状態の終結と国交回復。ソ連と日本の間の戦争状態が終了したことを宣言しました。外交関係及び領事関係を回復させ、両国に大使館を開設しました。2、国連加盟の支持。ソ連は日本が国際連合に加盟する申請を支持することを表明しました。これにより日本は同年12月に国際連合への加盟を果たしました。3、領土問題の解決。これが現代の北方領土問題の議論の出発点となっています。両国は平和条約締結後も継続される交渉において領土問題の解決に取り組むことを確認しました。そしてソ連は平和条約締結後に歯舞群島及び色丹島を日本に引き渡すことに同意しました。択捉島と国後島の2島については平和条約締結交渉の中で引き続き協議することとされました。この合意が北方領土問題における2島先行返還という解決策の原点となりました。この2島については日本が国際的にも降伏した後にソ連によって上陸、占領がされていたことからソ連側も国際的批判を避ける狙いがあり、2島返還に応じたのではないかと言われています。この宣言は条約と同等の法的拘束力を持つ国際文書であり、ソ連が歯舞群島と色丹島を引き渡すという約束は現在に至るまで日露間の交渉の基礎の一つとなっています。日本はこの宣言に基づき最終的には4島一括返還を求める立場を維持しつつも、外交交渉において2島の返還を一つの足がかりとみなしてきました。しかしロシア側は日本が4島返還に固執する限り平和条約は締結できないという姿勢をとっています。これが現代の北方領土問題となっているのです。ではなぜ日本は4島返還にこだわっているのか、歴史を振り返り簡潔にまとめてみます。1855年
日露和親条約、北方四島は日本の領土として国際法上確定しました。1875年、樺太千島交換条約、樺太の全域をロシアへ譲る。そして、千島列島18島を日本が得るという交換を行いました。交換の対象である千島列島18島に、北方四島は含まれなかった。この時すでに北方四島は日本の領土と確定していたからです。1951年、サンフランシスコ平和条約。日本は千島列島に対する全ての権利、権限を放棄しました。しかし、日本は北方四島は歴史的権威から北方四島は千島列島には含まれず放棄していないと主張しています。そして現代の状況、ソ連の後継国であるロシアは宣言の有効性は認めつつも、その後の国際情勢の変化を理由に引き渡しには応じられない、あるいは日本が四島返還に固執する限り平和条約は締結できないという姿勢をとっています。特に2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、北方領土問題の解決は極めて困難な状況にあります。ロシアのウクライナ侵攻後、日本はロシアに制裁を科し、ロシアは対抗措置として日本を非友好国に指定しました。これにより領土交渉を含むあらゆる対話が凍結停止状態にあります。ロシアは日ソ共同宣言すら無効化する動きを見せています。そして当面、ロシアは軍事的な強化を続けるとみられ、問題は長期的な膠着状態に陥る可能性が高いでしょう。平和条約締結の道筋は国際情勢、特にウクライナ情勢の行方とその後の日露関係の根本的な改善にかかっています。北方領土問題が国際社会に与える影響。北方領土問題は単なる日露間の問題に止まらず、国際秩序や安全保障に広範な影響を与えます。特に武力による領土の現状変更を国際社会がどう扱うかは重要な課題です。ロシアの行動が容認されれば、同様の紛争を抱える地域において武力による領土奪取や現状変更を助長する懸念があります。そして日露間の平和条約が締結されない限り、第二次世界大戦は終結したとは言えません。北方領土問題を平和的に解決できて初めて第二次世界大戦が終結されたと言えるのではないでしょうか。あなたは北方領土問題をどのように考えますか？ぜひコメントで意見を聞かせてください。